皆さんこんにちは。バックロードホーンの課題に土管臭い音の共鳴とベタ置きによる低材波がありました。前回の動画で土管臭い音の改善に取り組んで効果を確認しました。今回は2つ目の課題、ベタ置きによる低材波の対策を実際にやって効果を検証していきます。スーパースワンに限らずバックロードホーンのほとんどがホーンの出口が一番下にあります。このようなスピーカーを床にベタ置きすると低材波が増幅されます。これはスワンをベタ置きした結果です。100Hz 付近が大きく盛り上がります。一見低音が増えて聞こえますが、低材波ですからぼわついた低音です。せっかくのハイスピードサウンドがぼわつく低音で台無しになっています。低材波の影響を少なくするにはホーンの出口を60センチ持ち上げないといけませんが、今度は音源が高くなりすぎます。そこでホーンをもう一回折り曲げて、ホーンの出口を上に持っていきます。スワンでは裏側にアタッチメントを追加するだけでこれを実現できます。ホーンの出口は斜めにカットします。ホーンがいきなりスパッと切れるとそこで反射が起こりますが、斜めにしたりスリットをつけると境界が曖昧になって反射が減ります。材料が用意できたので組み立てていきます。
完成しましたので測定結果を見ていきます。低材波の改善効果を見ていきます。低材波で膨らんでいた低音が大幅に改善されています。下から上まで右肩上がりの特性になりました。これが本来の特性でしょう。こちらはインピーダンス特性です。ホーンが長くなったのでピークが左にシフトしています。気柱共鳴を示すピークが下がっています。これは出口を斜めにカットした効果でしょう。こちらはホーン出口の音です。共鳴のピークが潰れて平坦に近くなっています。ホーンを伸ばしたせいで負荷が増えてレベルが落ちています。スロートの長さを半分に縮めて負荷を減らします。こちらはその結果です。共鳴のピークが少し増えてしまいましたが、レベルがノーマルに近いところまで回復しました。スロートが短くなったので、インピダンス特性を確認します。問題ないようです。これでいきましょう。こちらはセッティングの例です。スロートを半分にしたので台が必要です。15センチの台を使えばホーンの高さを60センチにすることができます。改良したスワンの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番は原音です。YouTube の配信では CD 並みの音質です。2番は改良型の空気録音です。低音のレベルが低いのでトーンコントロールで少し持ち上げてあります。それでは改良したスーパースワンの音をお聞きください。音楽室の古いピアノにもたれて歌ったねしてるまだ君のことまだ知らないのになぜか懐かしくて Friend 木漏れ日も一緒に
スーパースワンには2つの課題がありました。それは土管臭い音の共鳴とベタ置きによる低在波です。これらの課題は適切な吸音対策とホーンを上方向に延長するアタッチメントで改善できることが分かりました。課題を改善したスーパースワンの最終型はスワンの一つの完成形と言えるでしょう。高能率ドライバーを使ったバックロードホーンは微分特性によって原音を超える高応答を実現するスピーカーです。ハイスピードで音が頭を突き抜けるような音を聞けます。ホーンから少し遅れて出てくる中高域が広がりのある音場感を作り出します。まるでライブコンサートの会場にいるかのような音が出ます。能率が高くてひっぱたかれるような音を体験できます。まるでホーンの中に頭を突っ込んでいるような感覚です。これは忠実再生を目指して作られた製品とは違う方向の一つの答えです。このサウンドはもしかしたら長年追い求めてきたあなたの終着点かもしれません。ご視聴ありがとうございました。